こんにちは、ボクムーです。今回はこちらのファンアートのメイキングを解説していきます。物語のネタバレを含む場合がありますのでご了承ください。使用しているツールやペンはこちらです。概要欄にも URL を貼っておきました。まずラフをじんわり落書きペンで描いていきました。柔らかいタッチの鉛筆のようなペンなので線画を清書しない厚塗りにおすすめです。ほぼ全身を描いて体の傾きを最初に確認しています。最終的には前作を基準にして拡大しました。このラフの段階で顔周りはしっかりと描いておきます。今回も体に角度があったり手に包丁を持っていたりして難しかったので、同じポーズの写真を自撮りして参考にしました。本当は包丁を持ちたかったんですけど、ちょっと危ないなって思ったのでペットボトルを持って写真を撮りました。この辺りで前の棚を描いてみて腕の位置を調整しました。ここからラフを整えていきます。見えやすいように前景と背景を薄く塗って人物をグレーで下塗りしました。人物の下塗りはフェードペンで、それ以外の塗りには魔王厚塗りペンを使いました。全体の配置とバランスを見て背景にフライパンなどを追加しました。ここで人物の輪郭を筆ペン四角を使用して整えました。このペンは割とはっきりとした輪郭が描けるのでアニメ塗りにもおすすめです。最近アナログのペン画にも憧れがあってちょっと試しにこのペンを使ってみた感じです。最近はよくこのペンも愛用しています。何か持ってる手って難しいですよね。あとこの時包丁の資料めっちゃ見ましたね。こんな形のやつがあるんだっていう勉強になりました。ちなみに資料は Pinterest で検索しました。ここから色塗りです。まだ雑なので塗りながら細かいところを整えていきます。ここからはだいたいもう魔王厚塗りペンを使って塗っていっています。今回この手前の棚の奥行きパースっていうものが全然分かんなかったのでマジックポーザーというアプリを使ってみました。このアプリは物体を簡単に配置できてパースの確認ができたり光も配置することができるので影の確認もできておすすめです。ボクムーはパースと光の確認に使っているので無料のやつ使っているんですけど、有料のやつだとこのおじさんのポーズ取ってる素体があるじゃないですか。それをアニメ風のデフォルメの素体を使ってポーズ取らせたりしてそのままなぞったりもできるみたいなので良さそうですよね。この辺りの大まかな影付けもマジックポーザーの写真を参考にしています。マジックポーザー光も位置を動かせるしカメラの位置も移動できるのでいろんな角度から見て構図の検討とかにも使えるなって思いました。玉ねぎなどのモチーフを描き込んでいます。前景なのであまり目立たないように最後ぼかそうと思っていたのである程度しか描き込んでいません。人物を描き込んでいます。結構前景背景もごちゃごちゃしてるので人物を割と描き込むことによってちゃんと人物に目が行くようになればいいなと思って描き込みました。グラデーションマップを使って人物と前景の色味を調整しました。グラデーションマップの使い方についてはまた別動画で解説します。人物を描き込んでも割と目立たないなって思ったので
なんとかモチーフを減らしてぼかしをかけることで人物を目立たせるようにしました。さらに人物を描き込みます。服のシワを描いたり、髪の毛を描き込んだり、あとは墨だまりって言って影の一番暗い部分を濃く描いたり、あと全体の情報量を上げるために一部色を変更してます。この色を変えるときはプロクリエイトの色変更という機能を使っています。一部分を選択してカラーピッカーで色を見ながら色を変更できる機能です。ここから背景を書き込んでいます。背景結構とっつきづらいっていうか苦手意識があったんですけど、書いてみると意外と楽しいですね。もっと書いていけるといいなって思ってます。前の棚と人物との位置関係を調整しています。包丁が見えなくなっちゃってるのがもったいないなって思ったので位置を移動しました。このちっちゃい白いキラキラのスパッタリングっていうのを追加しました。あとこのジガジガってなってるグリッチも追加しました。ここからは絵全体の情報量を上げていっています。細かすぎてどこを修正してるのかわからない瞬間とかもあると思うんですけど、10秒前とか15秒前に戻ってパッパって切り替えてもらうと、あ、ここ変わってたんだってわかると思います。神は細部に宿るという言葉を信じて書き込みます。白黒にするとコントラストのチェックがしやすいのでおすすめです。一番上に新規レイヤーを追加してレイヤーモードをカラーにして真っ白で塗りつぶせば白黒の表示が確認できます。この画面が赤、青、緑色になっているのは RGB ずらしっていう手法を使っているんですけど、よく加工で使うのでまた別動画で説明しますね。これで完成です。他にもメイキングの解説動画を上げているのでチャンネル登録して他の動画も見てくれると嬉しいです。ここまで見てくれてありがとうございました。